国民年金受給者の平均年金受給額は月56,479円。厚生労働省令は3年度厚生年金保険国民年金事業の概況よりですが、高齢者1人の平均支出額は月14万円程度。総務省家計調査と言われています。では、収入は月6万円の国民年金のみ、貯蓄はほとんどない高齢者はどうやって生きていけばよいのでしょうか。牧野 FP 事務所の牧野俊和 CFP が事例を交えて解説します。大学受験で父と大揉め。20歳で家を飛び出した A さん。遡ること50年前、A さんには辛い思い出があります。になみしても父が望んだ大学に合格できなかったのです。あと1年浪人しろという父と、その年に合格した大学に入学した A さんは何度も話し合いましたが、毎度最後は取っ組み合いの大喧嘩。母や4歳年上の姉が A さんを取りなしたものの、ついに A さんは家を飛び出しました。家を出た後はを続けていた A さんでしたが、23歳の時ある町の飲み屋で電気工務店主と知り合います。店主に気に入られ、その電気工務店に住み込みで働き始めました。その後40年間、仕事に必要な資格を取得しながら寡黙に働き続けた A さん。その卓越した技術は誰もが認めるほどです。ただ、休日のギャンブル通いは欠かすことができず、お金はたまらないどころか、給料を前借りすることも見かねた店主が何度もギャンブルはやめろと忠告しましたが、A さんは耳を貸しませんでした。43年ぶりの家族との再会。そんなある日のこと、突然、A さんの住む寮に姉が訪ねてきました。姉は一言、お父さんが亡くなったよと告げました。そして、姉は A さんを母に会わせるため、A さんと二人実家へ向かったのです。43年ぶりに会った母は90歳になっており、記憶より随分小さくなっていました。一目見た途端涙が溢れ、A さんは母にこれまでの無礼を謝り、母も息子を見てただ涙を拭うばかりです。しかし、A さんは父のお位牌に手を合わすことはありませんでした。遺産も絶対にいらないと誇示しましたが、母姉から父の遺言だからと言われ、しぶしぶ現金約300万円を相続しました。その後、母は A さんの顔を見て安心したのか、父を追うようにして逝去。母の遺産はほとんどなく、また実家は借家だったため家主に返しました。同じ時期、A さんの姉の夫65歳が再雇用先を退職することとなり、FP である筆者は A 姉夫婦から老後生活に関する相談を受けていました。その際、A 姉から一連の事情を伺っていたのです。また、A 姉から現在は A の居場所も分かり落ち着いて生活しているけれど、今後 A に何かあった時は相談させてほしいとお願いされていました。70歳で失業年金暮らしになって芽生えた将来への不安。それから7年後、A さんは70歳で失業しました。理由は、工務店主が突然亡くなり、サラリーマンの息子が工務店を廃業させたからです。A さんは退職金100万円を受け取り、無職になりました。これからは毎月年金6万円での生活です。なお、厚生年金の適用事業所会社や官公庁などで働いたことのない A さんは、老齢厚生年金は受給できません。満額保険料を納付していた場合、受給額は年額79万2600円となりますが、家出から働き始めるまでラグのあった A さんは、国民年金保険料を納めた43、6月は老け、約72万円、月額約6万円。受給額は年度ごとに変わる。令和5年度の満額40年480月満額保険料を納付した受給額は、年額で79万5000円。昭和31年4月2日以降生まれ、79万2600円。昭和31年4月1日以前生まれ、老齢基礎年金25年以上の受給者の平均年金月額は、令和3年度末現在で5万7000円。総務省2022年令和4年家計の概要によると、65歳以上の単身無職世帯高齢単身無職世帯の家計収支は、年金などの実収入が13万4915円。支出は、税金や社会保険料などの非消費支出が1万2356円。食料や住居、水道光熱費といった消費支出14万3139円を加えて15万5495円と、毎月2万580円の不足となっています。A さんは、必ずしもこの統計値と同様にお金を使うことはありませんが、数値を参考に今後の生活を考えてみました。年金をもらい始めた当初は給与も入っていたため、年金はギャンブルの原資が増えたぐらいの感覚でしたが、年金暮らしとなると話が違ってきます。収入は約半分になる。支出額も半分で生活するんなら、食事は1日1食だな。寮は出なくちゃならないから、家賃の安いアパートに引っ越す。でもこの年齢で入居は難しいと聞くし、貯金はほとんど残っていないから生活の足しにはならん。毎月5万円は稼ぎたいがどうやって生きていけばいいんだ。A さんはこれまでの行き当たりばったりな生活を後悔するとともに、
今後のことを考えれば考えるほど、不安に押しつぶされそうになりました。先輩がこぼした金言を思い出し、行動を始めた A さん。図表高年齢休職者給付金額。出所厚生労働省離職された皆様へを参考に筆者が作成。A さんと姉は定期的に連絡を取っていたのですが、ここのところ A さんの様子がおかしいと感じた姉は、A さんにしつこく問いただし、失業したことを知りました。びっくりした姉は筆者のところに連絡。筆者は A さんと会ってお話しすることになりました。A さんからこれまでの生活を聞いた筆者は、まず毎月の収支の予算組を一緒にしましょうと提案。すると確かに、年金の他にあと5万円。できれば8万円は収入が必要なことと、また今後、ギャンブルを続けると家計が破産することが分かりました。筆者は A さんに、ハローワークはもちろんのこと、福祉事務所や社会保険事務所、市役所の高齢者福祉担当の窓口にも行ってみることを勧めたところ、A さんはそういえば、会社がなくなる時に先輩もハローワークや役所に行くと言っていたな。そういうことなんだねと納得してくれました。筆者と会った次の日、A さんはまずハローワークに行ってみることにしました。A さんがハローワークへ行った目的は、仕事を見つけることと受給資格のある高年齢休職者給付金の申請手続きをすることでした。高年齢休職者給付金とは、満65歳以上で雇用されていた方、高年齢被保険者が失業して職を探しているときに、基本手当65歳までの失業保険のことに変えて給付される手当のこと。申請の条件は、退職時に勤務先から雇用保険被保険者証を受け取り、次の12を満たしていることです。1離職の日前1年間に、雇用保険被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること、2失業の状態にあること、また、支給額は次の通り一時金で給付されます。A さんの場合は、ハローワークに申請して7日間の待機期間後に、50日分の約28万円が給付されました。なお、この高年齢休職者給付金は公的年金と並給されます。給付額は、離職した日の直前6ヶ月に支払われた賃金賞与等を除くを180日で割った額の5割8割を日額とする。生活保護、保険料減免国や自治体の救いの手。その後、A さんは先輩の言葉通り、福祉事務所や社会保険事務所、市役所にも足を運びました。するとどの窓口も、A さんの現状を親身になって聞き、その窓口専門のアドバイスをしてくれます。しかし、A さんは今まで工務店に勤め、給与と年金所得があるため所得制限に抵触し、各事務所の支援の適用は現状では難しいとのことでした。そのため、来年1月から1年間、収入は年金のみで貯蓄を取り崩して生活し、再来年以降にその所得を各事務所に申請すれば支援を受けられるかもしれないという結論に至りました。なお、A さんの収入が年金月額6万円だけの時、各事務所からの支援は次の通りです。福祉事務所生活保護制度、社会保険事務所老齢補足的老齢年金生活者支援給付金制度、市役所高齢者福祉担当国民健康保険保険料などの減免制度など、この制度の利用には前年の年金収入金額とその他の所得の合計が87万8900円以下であることが条件。総務省2022年令和4年家計の概要によると、令和3年3月の年金生活者支援給付金平均給付月額は3964円となっている。まとめ人の親切が身に染みた1ヶ月、家出をした自分を責める気持ちもあり、科目を貫いてきた A さんでしたが、各窓口に相談し温かい言葉をもらったことで道が開けてきました。仕事仲間も、自分から嫌になって仕事を辞めたのでないなら、健康なうちはどこかに仕事はある。なんせ一流の腕を持っているんだからと言ってくれます。確かに、今まで休むことなく仕事をしてきたのだから、同じ業種の方がやりやすい。知り合いのところに仕事をもらいに行こう。そう考えた矢先、同業の事業主 C から連絡がありました。聞けば、亡くなった亭主から自分に何かあった時は店は閉めざるを得ないけど、A が働けるうちは面倒を見てやってくれと頼まれていたそうなのです。時間給ですが、A さんは働き口を見つけることができました。また、夫の実家で暮らす姉は両親の位牌を家に置けません。そこで、檀家寺に預けてあった両親の位牌は A さんが受け取りに行き、アパートの自宅に持ち帰り安置しました。失業後1ヶ月が過ぎ、落ち着いて生活ができるようになった A さん。亡き両親の前で、もうギャンブルはしないと誓いました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。